皆さんこんにちは。本日の主役はイノシシのもも肉です。だから本日これを使ってラゴディシンギャレをご紹介しようと思います。じゃあいつも通り愛を込めて料理を作っていきましょう。まずはもも肉カットから始めましょう。私いつもラグを作るときお肉のカットを結構分厚くした方がいいと思います。ちょっと油が多いのでこの油は少し細かくカットしましょう。なんかこんなに油が多いお肉は焼いたら美味しいかな。でももも肉だからちょっとなんか硬そう。よくイタリアでイノシシのラグを作るとき、お肉は一晩赤ワイン漬けにして、で次の日を炒むんですけど、やっぱりこれ飼育されたイノシシなので、野生の臭みは全然ないので、マリネはしなくてもいいと思います。どうしてもやっぱりちょっと油の割合が多いので、ちょっとだけ外します。油が多すぎたらしつこくなります。カットしてからボウルの中に入れてフェンネルシートと胡椒を入れます。少し混ぜて、やっぱりラグを作る上で結構香辛料を入れたら味がもっと深くなるので、結構少し気持ち多めに入れた方がいいと思います。でちょっとこれ10分ぐらい置いておいて、その間にソフリットのカットをしましょう。ソフリットは伝統的なやつなので、玉ねぎ、人参、セロリで細かくカットします。この玉ねぎかわいいな。野菜の切り方は大きさがとても大事です。パスタと一緒に食べるので、大きすぎたらなんかお肉の味が負けてしまうので、ちゃんと同じ大きさにカットして丁寧に炒めることがとても大事です。初めはニンニクだけでオイルエクストラベルジンのロディは気持ち多めに入れてオイルアラーリョを作りましょう。ニンニクは後で取り除くので半分ぐらいただ皮を剥いてそのまま入れても大丈夫です。次は人参。野菜入れて弱火で炒めましょう。すぐ少し塩入れます。なぜかというと、塩入れたら野菜の水分が出てきて一段と甘くなります。あとやっぱりシェフによってちょっと作り方が変わるんですけど、なんかやっぱり一般的な作り方、ラグの一般的な作り方があるのでそんなに変わらないんですけど、お肉によって使うハーブ、使う香辛料が結構変わるので、それは面白いと思います。ソフリットをゆっくり炒めながらもも肉を炒めましょう。これは私にとって一番大事なポイントなので、しっかりお肉のうまみを引き出すために、フライパンしっかりにして高熱になったらやけどしないようにお肉を入れて、このイノシシだったら結構油が多いので油を入れなくてもいい。フライパンに触りすぎたら水分が出てきてしっかり炒められない。
ああ、いい感じ。これがうまみです。で、しっかり炒めたら赤ワイン気持ち多めに入れます。赤ワインに入れたらこのフライパンについてるうまみとか取って味がもっと濃くなります。しかし赤ワインのアルコールしっかり飛ばさないといけない。そうしなかったらなんかやっぱり最終的にアルコールの香り風味が残ってるのであんまり美味しくない。だからしっかり飛ばしましょう。でソフトの中にまずニンニク取ってからニンニク取ってトマトを入れます。でちょっと強火にしてトマトの水分もしっかり飛ばしましょう。でお肉を入れてめちゃめちゃいい匂いしてる。ちょっと野生の森の匂い。でもそれはイノシシの特徴だから美味しいです。はい、お肉入れたら少し強火で炒めて、でトマトとソフリットとお肉がこんな感じに均一になったら弱火にしてお野菜のだしもしくはお肉のだしを入れておだし入れたらクローブ4粒ぐらい入れて、でローリエとローズメリーとシナモン芋で結んでブケガニエにして、ブケガニエあれフランス語の料理の言葉、イタリア語でだって言ったらmazzettino di erba aromatica。日本語で言うとブケガニ、わかる？同じ緒。こんな感じ。よし。大体は少なくとも2時間半かかると思います。その間にパッパルデッレを作りましょう。アクリキコ、セモリナ粉、少し混ぜて真ん中に穴を開けて、久しぶりにパスタルオーボを作ってる。卵を入れて、塩一つまみを入れて、で卵を割って混ぜながらちょっとずつ粉を入れて、手でこね始めましょう。はい、キメが細かくなったらラップしていつもように1時間ぐらい待ちましょう。塩、まだ1時間ぐらいかかる。はい、だいたい1時間経ってグルテンが緩んで伸ばしやすくなりました。ちょっと粉をつけて、
パスタ作ったらリラックスできる。あっという間にストレスが解消します。長い。で、だいたいスパゲッティと同じ長さにカットして、大体はね、手打ちパスタだからちょっとバラバラでも大丈夫です。で、つかないように少し粉をつけて、まあやっぱりパスタルボボって言ったら生地はそんなに変わらない。ただラビオリだったらもうちょっと柔らかく作った方がいいんですけど、タリアテッレとパッパルデッレの違さは、タリアテッレだったらこんな感じにカットするんですけど、タリオリーネだったらこんな感じ。まあちょっと、はい、これがタリオリーネで、これはタリアテッレでもパッパルデッレだったらもっと幅が広くてこんな感じにカットします。別にラグだったらタリアテッレとパッパルデッレはどっちでもいいんですけど、タリオリーネだったらなんかバターソースなどに乗せています。例えばトラフトのソースなどタリオリーネを使います。まあこれソースによって人の好みによって作った方がいいと思います。あとちなみに冷凍するならこんな感じにだいたい15枚全部揃って揃ってから真ん中を持ってこんな感じに巻いてきれいで冷凍してもあんまり火つかない。でも今日冷凍せずに美味しいイノシシのラゴと一緒に食べよう。はい、2時間半経ちました。毛ガニを取って、いつも大事なことは味にする。何回も同じレシピ作ってもいつも味見しないといけない。美味しい、超美味しい。これはね、マンテカトロするときチーズも入れなくてもいいと思います。クローブ、ローズマリー、シナモンのおかげで味が本当に深くなった。足りないものはない。パッパルデッレは生パスタだから2分ぐらいでアルデンテになったらラグと一緒にあと1分ぐらい一緒に煮込んで食べよう。はい、じゃあ火を消して灰を込めてマンテカトラしましょう。はい、これで完成です。盛り付けしましょう。パパル
padelle きれいに盛り付けしましょう。皆さん、それでは完成です。ボナペティート。いただきます。あー、おいしい。食べなかったらどんなに美味しいかわからない。皆さんに伝えられない。残念です。でもアドバイスなんですけど、同じコーンシールで作ってみて本当にいいと思います。